皆さん、こんにちは。日本 VE 協会 VE 活用支援アドバイザー、松田節夫です。ここでは、やってみよう建設 VE 実践編、建設 VE の上手な実践法についてわかりやすく説明していきたいと思います。はじめに、説明は次の順番に説明をしていきたいと思います。まずはじめに、次に建設 VE の上手な仕組み、次に建設 VE を実践する人材、次に効果的な建設 VE ツール、そして最後にまとめと、この順番でやっていきたいと思います。それでははじめに、建設 VE を上手に実践するには、建設事業というのは一般的に企画段階、設計段階、発注段階、工事段階、そして使用段階というこの流れを経て、成り立っています。建設 VE はその事業の流れに沿って適用段階ごとに VE 活動を実施することになります。今回は工事段階の VE を、これを工事 VE と称しますが、ここを対象としてお話をさせていただきます。工事 VE 活動を実践するためには、次のことが必要となります。まず、1番目、効率的に成果の期待できる仕組みを作ること。2番目、VE 活動の中で経験や知識、知恵を使って想像できる人材を集めること。3つ目に、成果の期待できる道具、VE ツールを使いこなす必要があります。それでは、建設 VE を上手に実践するための目的手段の体系図、ここにお示しいたしました。VE の特徴的な真髄であります、機能、それを目的手段の体系図で表した状態であります。建設 VE を上手に実践する、その最終目的はやはり顧客満足を得る、そして組織満足を得る、こういった目的の手段として価値ある建造物を作る必要があります。価値ある建造物を作るためには、建設 VE を上手に実践する。そして、建設 VE を上手に実践するためには、ステージ1、効果の上がる建設 VE の仕組みを作る必要があります。そして、ステージ2、建設 VE を上手に実践できる人材を得る。そして、ステージ3、効果の上がる建設 VE ツールを使う。こういった必要がありますね。それでは、建設 VE の上手な仕組みの中の効果の上がる建設 VE の仕組みについてお話ししたいと思います。右側に企画段階から使用段階まで各段階が、先ほどお話ししたようにありますが、各段階で、業務の流れとして、ここにお示ししている通りに、企画段階から設計、発注、工事、使用といった段階に業務の流れとしてどういうふうなことがあるかっていうのをお示ししてあります。工事段階におきましては、施工計画、調達契約、施工管理、この竹管と施工管理の皿管というふうなこの2つがありますけれども、そして最後に使用段階は引き渡した後、アフターサービス、こういったことが挙げられます。また工事段階での VE というのは、活動の目的はお客様の満足する建造物を楽に早く安く作るということがポイントとなります。それでは
工事部位の効果の上がる時期というのはいつなんでしょうか。今ここでもってお示ししている図ですが、これ横軸に時間軸を取ってあります。縦軸に部位による定量的な効果、そういったものは示しておりますが、この横軸の入札契約、すなわち仕事をいただいて工事が始まります。それを 0% として、一番右側、これが工事が終わってお客様に建造物をお渡しする。これ 100% といたします。そういたしますと、効果の上がる時期というのは、仕事を受注して、この契約をしてから 30%、この中に、おいて V をやりますと、効果が非常に得られる。じゃあなんでこの後はあんまり効果上がらないんですか。実は、建造物を作るためには、時間のかかる製作品について、早くから、設計図書に基づいて、いわゆる発注しまして、そしてそれがもうこの 40%、30% 過ぎた頃からもう入ってきます。そしてどんどんもう決まっていったものです。作っていきますので、時系列上で。ですから、早い段階、0から 30% まで、ここまでに VE 活動というのを実施しませんと、もう後で一生懸命 VE をやってもなかなか決まらない。というわけで VE 活動は早い時期に計画する必要がありますよ。そして計画する場合に VE 対象を決めましょう。そして VE の目標を過去の実績に基づいてきちっと明確にしましょう。そしてそういったことから VE の検討メンバーは誰がいいのか。それを評価しながら選定いたします。そして VE の検討会議を設定しましょう。そして効果が上がる建設 VE の仕組みとして作業所における VE 活動の一例をここに挙げさせていただきます。今説明いたしました仕事を受注いたしました。はい、そして工事が始まりました。そして一番右に竣工、すなわちお客様に建造物を引き渡します。この間の 30% まで、出来高0から 30% までの間に VE 活動をやっていくわけですね。その時に VE 活動っていうのは1回でもいいんですけれども、複数回やる。こういったこともあるということも覚えておいておかれるといいと思います。30% までの間に VE 活動を複数回実施する。そしてそれを計画に織り込み、そして実施し、そして成果を得るようにする。こういうふうなことを仕組みとしてやられると良いかと思います。はい。それでは建設 VE の上手な仕組みといたしまして、VE の準備と心構えについてお話ししたいと思います。まず準備といたしまして、テーマはどうやって選ぶんですか？テーマの選び方、これは2つあります。A、改善効果が期待できるものを選びましょう。また、できることから選びましょう。まず、改善効果が期待できるものにつきましては、コスト低減効果が期待できるもの、また、品質向上が期待できるもの、また、納期で問題の多いもの、こういったものを選ばれるといいかと思います。次に、B、できることから。これにつきましては、メンバーの能力に見合うもの、制約条件の少ないもの、決められた期限に結論が出るもの、こういったものを評価基準にしてテーマを選ばれるといいかと思います。はい、次に心構えの方ですが、建設 V 活動はメンバーを3人以上集めましょう。メンバーの心得として次の3点をお示ししたく思います。最初は最後までやり遂げる熱意を持つこと。2つ目に物の見方を変えること。そして3つ目に他人の意見をよく聞いて協力する。こういったことを
心構えとして持っておく必要がありますね。またよく問題の考え方としまして、問題って何だろう。問題とは理想と現実の隔たり。この隔たりをなくすのが問題解決です。こういうふうに思われるといいと思いますね。はい。それじゃあ、事前の VE 会議の準備心構えのまとめとしては、メンバーがいない。こういった場合、3人から5人程度が望ましいですね。多すぎてもバラバラになっちゃってまとまりがつかなくなる可能性あります。ですから3人から5人程度が望ましい。時間が取れない。こういった場合は工程上の空き時間等の利用をするといいですね。3つ目、適当な場所がない。気楽に話し合える場所を選びましょう。問題がわからない。これは今お話しいたしました理想と現実の隔たりをなくす。それから改善対象の選び方がわからない。こういった場合にはコストですとか品質、工期、環境、こういったものをテーマを選ぶ物差しとして考えていただければよろしいかと思います。まずはやってみましょう。これがキーワードですね。そしてできることからやってみましょう。はい、それでは続きまして、建設 VE を上手に実践できる人材についてお話ししたいと思います。VE の実践メンバーですけれども、VE 検討会の主幹部署は、基案の工事部署の方にしていただきましょう。右側に企画段階、設計段階、発注段階、工事段階、使用段階とありますが、この業務の流れも各段階に応じてあります。工事段階におきましては、施工計画、調達契約、施工管理。これは竹冠の管を使った管理ですね。もう一つは施工管理の管は、皿の管、すなわち施工管理。この4つが挙げられます。そしてメンバーは実施メンバーとしては、主幹部署としては工事の主幹をなすところ、その方を中心にして、調達、設計、設備、積算、機電、こういった方々をメンバーとして集めるとよろしいかと思います。使用段階においては引き渡し、アフターサービスのところは、工事が主幹となって設計、設備、こういった方々が来るといいですね。はい。VE 検討会に参画の人材は、渦の関連部署、今お話しいたしました。VE テーマに関連した専門知識と経験のある人材を集めましょう。そして参加メンバーは VE についての知識がある。そういったことが必要ですね。はい。今、参加メンバーは VE についての知識があることとお話しいたしましたが、日本 VE 協会が認定している資格というものがあります。VE スキルがありますよ。司会、いわゆる議長をして、検討会をまとめる。そういった役割を担える人材。そういった公的な資格として認められているのが、まず VE リーダー、そして VE スペシャリスト、そして、高度な知識を持った CVS。この3つが挙げられます。まずVE リーダー、これは日本 VE 協会が認定いたします。認定している資格ですけれども、12時間以上の VE の研修事項、こういった要件を満たし、で、試験を受けて、で、受かればこの資格がいただけます。この、12時間以上の VE 研修事項は、受験資格、要件の概要なんですけど、これは毎年内容が多少変わりますので、試験を受けようと思われる方は、日本 VE 協会の資格のところを検索して、そのところでもって最新の情報を見ていただいて、それでもって受験資格要件というふうに確認していただきたいと思います。はい、次に VE スペシャリスト。
これもここに書いてあるようですが、48時間の V ワークショップセミナーが必要となります。そして、最後に CVS。これはアメリカ V 協会が認定している資格なんですけれども、ここに書いてあるように、受験資格要件は72時間のワークショップセミナー、論文発表、こういったものが必要となります。それから一定以上の V 実務経験が必要になるんですね。ということで、この3つの資格があるわけですが、CVS は日本に、ここに書いてあるように150人ぐらいしかいません。V スペシャリストも500人、V リーダーは9万人、こういった資格を持った方々がお見えになる。こういった方がですね、会議にやっぱり何人かお見えになって、そしてその人を中心に V ということを進めていく。そういう必要があろうかと思います。それでは次に、効果の上がる建設 V ツールとして、3つのやり方、これをお示ししておきます。まずV 協会が、標準 V として認定されてます。その手順に基づいて、標準 V として、機能定義、機能評価代替案作成、それでここにお示ししてありますように、ワークシートを使ってですね、やっていく。すなわちこれは中長期のプロジェクトとか、そういったところに適するやり方だと思います。標準 V。それから次に、標準 V 実施手順を簡略化して価値改善を実施するという短期プロジェクト、短時間 V、こういうやり方が次に考えられます。これは、この説明の前にお話しいたしました、工事 V は短時間に出来高0から 30% の間に V 検討をする。そういう場合には、やはり時間というものが非常に重要になってまいりまして、短時間でやりたい。そういう場合には、この標準 V 実施手順を簡略化して価値改善を実施する。これは次でもお話しいたします。そして最後に、個別の V 実施手順で価値改善をする。これは個別プロジェクトでフレキシブルに V をいろんなところで活用してみたい。そういう場面で使うようなやり方でありますので、これは短時間 V の後にまたご説明したいと思います。いずれにいたしましても V 対象テーマに応じたツールを使っていただきたいと思いますね。はい。それでは、次に、今お話ししました標準 V 実施手順を簡略化して価値改善を実施するという短期プロジェクト、短時間 V について一つの例として、これは短時間 V の2時間 V というこのやり方について、ツールについてお話ししたいと思います。この短時間 V の2時間 V というのは A3 のワークシート2枚でもってV の実施手順をやってしまおうと。もしこの時間内にできない、もうちょっと詳しくやりたいなと思ったらば、標準 V、すなわち12回以上かかる、そういった方に、行って、そしてまたこっちに戻ってくるという、実は短時間 V は標準 V と互換性を持たせてありますので、そういった意味合いが一つあります。それからもう一つ、ワークシートは重ねずに常に全体が見えるようにすると書いてありますが、実は2時間 V のいい点は、今何をやってきて、この先に何をやらなくちゃいけないかというのが、一目でわかるようにできています。人間は順番にやっていきますけど、あるところまで行くと、あれ、今までやってきたところで、不足のところはなかったかな？勘違いしてなかっただろうか？確認したいな。とか、この先、どういうふうにして、どのくらいの時間かかるんだろうか？というように、前を見たり、先を見たり、人間というのはいたします。そういったことが一目瞭然でわかりますので、2時間 V、あるいは短時間 V というのは、そういった点を上手に活用してください。ね、常にワークシートは重ねない、全体を見えるようにする。というふうなことで、ここに1番、2番、3番、4番と書いてあるんです。この手順でやられるといいと思います。で、大事なのは2時間 V は準備しないでいいんですか？そんなことありませんね。今お話ししましたように、事前準備のテーマ選定、および分析とか、
メンバーですとか会場ですとか準備、そういったものはきちっとする。そして2時間 V でやる。そして最後の詳細のまとめは改善の提案の作成。こういったのは主幹部署でやる。こういうようなことが大切かと思います。それでお話ししたいことは、この2時間 V の V 活動のイメージと書いてありますが、要は2時間 V は何でもかんでもできちゃうのか？いえ、そうではありませんよ。ここにお示ししてますのは、海の中に大きな利益という名前の大きな魚とか、ちっちゃな利益というちっちゃな魚が泳いでます。で、海の上には大きな V 活動という、V 担当者、あるいは関係者がたくさん乗って、標準的な V の手順で機能定義、機能評価、大胆作成でやる。そして、何日もかけて大きな利益という大きな魚を取る。こういう標準的な場面と、2時間 V というのはちっちゃな利益というちっちゃな魚を取るためのちっちゃな V 活動、すなわち人数の少ない職員で、工事をやってる。少ない人数で、そしてちっちゃな利益というちっちゃな魚を釣りたい。海の上から中は見えません。海の中は見えません。そういった時に短時間でもってちっちゃな利益というちっちゃな魚を釣り上げるこの道具が短時間 V、2時間 V というふうなことでイメージできるんですよ。ですから2時間 V のこの道具でもってこの大きな利益という大きな魚は釣れますか？釣れませんよね。そういったことをご理解いただけるとよろしいかと思います。はい、そして最後に、個別の V 実施手順で価値改善をする個別プロジェクト。これはこの右側の方に一例としてお示ししておきましたけれども、建設業型原価企画ですとか、工事ソフト V、ソフト V、そしてソフト V の中には設計 V ですとか、施工複合型、協力会社との共同 V、あるいは管理 V、これをファスト技法を使った V 活動。こういった、その他にもあるんですけど、こういうふうな新しい自分たちでもって工夫をしながら、個別に合ったようなやり方をしていく。こういうふうな個別の V 実施手順で価値改善をするという、こういうツールもあるんですね。ですから道具も上手に工夫をしながらやっていかれるといいかと思います。それでは最後になりましたが、まとめとして、建設 V を上手に実践する。すなわち V を実践するための仕組み、人、道具、これらを上手に使いこなす必要がありますね。次に、段取り8部に仕事2部と言いますが、やはり V 会議までの事前準備、これは確実に行う必要があります。また、目標、これはやはり明確にしておく必要がありますね。そして、機能表現を上手にしてください。そして、機能からアイデアを発想しましょう。そして、アイデアを発想する場合は、あらゆる角度から発想するようにしてください。そして、このようなことをやる場合には、ここの右側にあります V のポイント、ここのことをよく頭に入れて活動をしていかれると良い成果が得られると思います。はい、日本 V 協会では様々な形で V のセミナーを実施しています。もっと深く V を学びたい方、組織に V を導入したい方など、V に興味を持たれた方は、事務局までご相談してくださいね。それでは私のお話をこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。